リンドブルム王子。昔々、立派な若い王様がいて、この上なく美しい女王様と結婚していた。二人はこの上なく幸せだったが、一つだけ足りないものがあった。子供がいなかったのだ。女王様は可愛い子供と遊びたがっていたし、王様は王国の跡継ぎが欲しかった。そのことが二人をたびたび悲しませた。ある日、女王様が一人で散歩に出ると、醜いおばあさんに出会った。おばあさんはまるで魔女のようだったが、いい魔女で意地悪な手合いではなかった。おばあさんは言った。どうしてそんなに沈んだ顔をしていなさるのかね、綺麗なお方。あなたに話しても仕方ないのです。と女王様は答えた。世界中の誰にも助けられないのですから。おや、わかりませんよ。とおばあさんは言った。悩み事を聞かせてごらんなさい。なんとかできるかもしれませんよ。どうしてあなたに？と女王様は言い、打ち明けた。王と私には子供がいないのです。だから気が塞いで。何、心配することはないですよ。とおばあさんは言った。私の言う通りにしてくだされば、あっという間に型がつきます。いいですか？今夜日が沈んだら、取っ手が2つついた小さな灰を持って、庭の北西の隅に伏せておきなさい。明日の朝、日の出に持ち上げてごらんなさい。その下にバラが2輪あるでしょう。赤いのと白いのです。赤いバラを食べれば男の子が生まれ、白いバラを食べれば女の子が生まれます。でもね、どんなことがあっても、両方食べてはいけませんよ。後悔することになります。よく覚えておいて。一つだけですよ。千の感謝を。と女王様は言った。なんという良い知らせでしょう。金の指輪をおばあさんに差し出したが、おばあさんは受け取らなかった。女王様は家に帰り、言われた通りにした。翌朝、日の出とともにそっと庭に出て、小さな灰を持ち上げた。驚いたことに、本当は何も出てこないだろうと思っていたのに、灰の下に2輪のバラがあった。赤いのと白いの。さあ困った。どちらを選べばよいのかわからない。赤いのを選んで男の子が生まれたら、大きくなって戦に行って死んでしまうかもしれない。白いのを選んで女の子が生まれたら、しばらくは一緒にいてくれるけれど、やがてお嫁に行って出て行ってしまう。どちらにしても、結局また子供がいなくなるかもしれない。迷った末、ようやく白いバラに決めて食べた。するとあまりに甘くて美味しかったので、赤い方も食べてしまった。おばあさんの厳しい忠告のことなどすっかり忘れて、しばらくして王様は戦に出かけた。王様がまだ留守の間に女王様は双子を産んだ。一人は可愛らしい男の赤ん坊で、もう一人はリンドブルム・ニュージェだった。女王様はリンドブルムを見てゾッとしたが、リンドブルムは部屋からスルスルと這い出していき、女王様以外には誰も見なかったようだった。夢でも見たのだろうと思った。赤ん坊の王子はとても美しく健やかだったので、女王様は喜びに満たされた。王様も戦から帰って息子と跡継ぎを見つけ、さぞかし喜んだことだろう。リンドブルムのことは誰も口にしなかった。女王様だけが時折思い出すばかりだった。何年もの月日が流れ、赤ん坊は立派な若い王子に育ち、結婚の年頃になった。王様は王子を6頭の白馬が引く王室の馬車に乗せ、花嫁にふさわしい姫を探しに外国へ旅立たせた。ところが最初の十字路で、巨大なリンドブルムが道を塞いでいた。勇者でもひるむほどの大きさだった。道の真ん中に横たわり、大きな口をパックリ開けて叫んだ。俺の花嫁が先だ。お前の花嫁はその後だ。王子は馬車を引き返させ、別の道を行かせた。だが無駄だった。最初の分かれ道にまたリンドブルムが横たわり。俺の花嫁が先だ。お前の花嫁はその後だ。と叫ぶのだ。王子は仕方なく城に引き返し、外国訪問を諦めた。母の女王様も、リンドブルムの言うことは本当だと告白するしかなかった。リンドブルムは双子の兄なのだ。だから先に結婚させなければならない。弟の王子が結婚するためには、リンドブルムの花嫁を見つけるしかなかった。王様は遠い国に手紙を書き、息子の花嫁に姫をよこしてほしいと頼んだ。もちろん、どちらの息子とは言わなかった。やがて姫がやってきた。だが花婿に会わせてもらえるのは、大広間で並んで立って式を挙げる時が最初で、その時にはもちろん嫌だと言っても手遅れだった。翌朝、姫は消えていた。リンドブルムは一人で寝ていた。姫を食べてしまったのは明らかだった。しばらくして、王子はもう姫探しの旅に出てもよかろうと考えた。6頭の白馬が引く王室の馬車で出発した。ところが最初の十字路に、リンドブルムが大口を開けて横たわり。俺の花嫁が先だ。お前の花嫁はその後だ。と叫んだ。別の道を行っても同じことで、
また引き返すしかなかった。王様はいくつもの外国に手紙を書いて、息子と結婚してくれる姫はいないかと探した。やがてまた姫がやってきた。今度はずっと遠い国からだった。もちろん結婚式までハラムコに会わせてもらえなかった。いざ式の時、隣に立っていたのはリンドブルムだった。翌朝、姫は消えていた。リンドブルムは一人で寝ていた。姫を食べてしまったのは明らかだった。やがて王子は3度目の花嫁探しに出かけた。最初の十字路にリンドブルムが大口を開けて横たわり、以前と同じように花嫁を要求した。王子はまっすぐ城に引き返し、王様に言った。兄上にもう一人花嫁を見つけてください。どこで見つけろというのだ。と王様は言った。娘を嫁がせてくれた二人のをもう敵に回してしまった。三人目をどうやって手に入れるか見当もつかない。人々はおかしな噂をし始めているし、もう来ようという姫はおるまい。さて、森の近くの小さな小屋に王様の羊飼いが住んでいた。年取った男で一人娘がいた。ある日王様が来て言った。お前の娘をわしの息子のインドブルムの花嫁にくれないか。一生困らないほど裕福にしてやろう。王様、それはできません。と羊飼いは言った。あれはたった一人の娘で、年を取ったらあれに面倒を見てもらうつもりです。それに美しい姫を二人も見逃さなかったリンドブルムがあれを見逃すはずがありません。丸飲みにされるだけです。あれにはあまりな運命でございます。だが王様は、嫌だ。では引き下がらず、とうとう羊飼いは折れるしかなかった。さて、父親からリンドブルム王子の花嫁にされると聞いた娘は絶望した。森に出て行って泣いて手をもみしぼり、自分の糞を嘆いた。さまよい歩いているうちに、大きな菓子の大木の鱗から不意におばあさんが現れた。どうしてそんなに沈んだ顔をしているのかね、綺麗な娘さん。と聞いた。あなたに話しても仕方ありません。と羊飼いの娘は答えた。世界中の誰にも助けられないのですから。おや、わかりませんよ。とおばあさんは言った。悩み事を聞かせてごらんなさい。なんとかできるかもしれませんよ。どうしてあなたに？と娘は言った。私は王様の長男と結婚させられるのです。長男はリンドブルムです。美しい姫を二人も食べてしまいました。私も食べられるのです。悲しくないわけがありません。何、心配することはないですよ。とおばあさんは言った。私の言う通りにすれば、あっという間に片がつきます。娘はそうしますと答えた。いいかい。とおばあさんは言った。結婚式が済んで、床入りの時が来たら、雪のように白い肌着を10枚重ねて着せてもらいなさい。それからアクをいっぱい入れた桶、新鮮な牛乳をいっぱい入れた桶、それに男の子が両腕に抱えられるだけの鞭を用意して、寝室に運ばせなさい。リンドブルムが肌着を1枚脱げと言ったら、お前は皮を1枚脱げと言い返しなさい。皮が全部剥けたら、鞭をアクに浸してうーと打ちなさい。次に新鮮な牛乳で全身を洗いなさい。最後に、ほんのひとときでいいから、両腕に抱いてやりなさい。最後のが一番嫌だわ。と羊飼いの娘は言って、冷たくぬるぬるした鱗だらけのリンドブルムを抱くことを考えて身震いした。私の言った通りにすれば万事うまくいきます。とおばあさんは言い、また樫の木の中に消えた。結婚式の日が来ると、娘は6頭の白馬が引く王室の馬車で迎えに来られ、城で花嫁の支度をすることになった。娘は雪のように白い肌着を10枚、アクの桶、牛乳の桶、男の子が両腕に抱えられるだけの鞭を持ってくるよう頼んだ。城の貴婦人や帝臣たちは百姓のまじないだろう、くだらない迷信だと思った。だが王様は、娘の望むものは何でもやれ。と言った。娘はこの上なく見事な衣装を着せられ、花嫁の中の花嫁のように美しかった。結婚式が行われる大広間に導かれると、そこで初めてリンドブルムの姿を目にした。リンドブルムが入ってきて隣に立ったのだ。こうして二人は結婚し、王の息子にふさわしい盛大な祝宴が開かれた。祝宴が終わると、ハーム子と花嫁は音楽と松明と同行列に送られて、二人の部屋へ導かれた。扉が閉まるなり、リンドブルムが振り向いていった。綺麗な娘よ。肌着を一枚脱げ。羊飼いの娘は答えた。リンドブルム王子、皮を一枚お脱ぎなさい。そんなことを言った者は今まで誰もいなかった。とリンドブルムは言った。でも今、
私が命じます。と娘は言った。するとリンドブルムはうめき声を上げて2億寝らせ、しばらくすると長い蛇の皮が1枚床の上に横たわった。娘は最初の肌着を脱いで、その皮の上にかぶせた。リンドブルムがまた言った。きれいな娘よ。肌着を1枚脱げ。羊飼いの娘は答えた。リンドブルム王子、皮を1枚お脱ぎなさい。そんなことを言った者は今まで誰もいなかった。とリンドブルムは言った。でも今、私が命じます。と娘は言った。リンドブルムはうめき声を上げながら2枚目の皮を脱ぎ、娘は2枚目の肌着をかぶせた。リンドブルムが3度目に言った。きれいな娘よ。肌着を1枚脱げ。羊飼いの娘は答えた。リンドブルム王子、皮を1枚お脱ぎなさい。そんなことを言った者は今まで誰もいなかった。とリンドブルムは言い、小さな目がギョロギョロと怒りに燃えた。だが娘は怖がらず、もう一度命じた。こうして9枚のリンドブルムの皮が床に並び、それぞれの上に雪のように白い肌着がかぶせられた。リンドブルムの姿はもうなく、残っていたのは巨大なブヨブヨの塊で、見るもおぞましかった。娘は鞭を掴んで悪に浸し、力いっぱい打った。次に新鮮な牛乳で全身を洗った。最後にベッドに引きずっていって両腕でしっかり抱いた。その途端ぐっすりと眠りに落ちた。翌朝早く王様と帝臣たちが来て鍵穴から覗いた。娘がどうなったか知りたかったが、誰も中に入る勇気がなかった。けれどもやがて思い切ってそっと扉を開けてみた。そこには娘が血色よく元気に横たわっていて、その傍らに寝ていたのはリンドブルムではなく、誰もが見とれるほどの美しい王子だった。王様は走って女王様を呼びに行った。それからというもの、城では空前絶後の大喜びだった。結婚式が一からやり直され、最初よりずっと盛大に、何日も何週間も祝宴と祭りと賑わいが続いた。羊飼いの小屋の百姓の娘ほど、王様と女王様に愛された花嫁はいなかった。二人の愛情と親切には際限がなかった。なぜなら、この娘が持ち前の知恵と落ち着きと勇気で、息子のリンドブルム王子を救ってくれたのだから。